タヌーン編集部の寺山です。よろしくお願いします。アフタヌーン編集部の高橋です。よろしくお願いいたします。アフタヌーン編集部の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。Hello, my name is Jules and I'm an editor at the Monthly Afternoon. 自分とんがり帽子のアトリエっていう作品を立ち上げたんですけど、著者の白浜さんがわざわざ自分用に作ってくれたこのように1個しかないマグカップです。眠い時のコーヒー飲んだりとかを全部これでもう飲んでますね。もう7年以上ですかね。はい。とにもかくにも社用ですけどスマホです。もうこれがないと何もできないっていう。メールチェックから作家さんとのコミュニケーション、あとゲラのチェックまではスマホでできるので、もう本当にこれとパソコンがあればどこでも仕事ができるような状態に今は最適化しています。これはそうです、中国の作家さん、僕の担当じゃないんですけど買ってきてもらったプラダを着た悪魔2という作品の中国限定のスターバックスとのコラボのタンブラーです。コミケ生まれ2チャンネル育ちのオタクなので、自分のアイデンティティとしてちゃんとこの好きなものを身近に置くことで初心を忘れないようにしようみたいな。一番大事なものなんですが、実はこのコピーの裏紙です。これを使って僕は仕事をしています。裏紙はこれまでの何号か前の漫画のネームですね。それの裏側を使ってそこで今日の予定だったりとか打ち合わせのメモとかを書いて仕事をしてます。一応スマホのアプリに予定表 Google カレンダーみたいなのを持ってはいるんですが、今日一日何をするかっていうことは、前日とかに書き出して、で優先順位をつけて番号を振って目に見える形でやるというのが性に合ってるかなというふうな感じで、ここに今たどり着いてる感じですね。これはですね、会社の健康診断でアンケートか何かに答えたらもらえたもので、どうしてもこのデスクワークをしていると巻き型になっていくので、それをちょいちょい持ちながらこうやってやるようにしています。今日あまり見られないものが、多分この拡大鏡なんかはちょっと渋いアイテムかもしれないですね。もともと糸の繊維を見るルーペなんですが、これを見ることによって4色分解、それから特色の色がちゃんと出てるかどうか、それから半ずれが起きてないか、それを確かめるための機械ですね。So an item that I cannot work without, it may be a bit surprising, but that would be this towel. The reason for this towel is that when I'm looking at the computer screen, I'm always like this. And what happens is that it destroys my shirt, like always. And I was wondering for several years, why are my shirts always destroyed here? And I finally understood. So I'm putting this Chikawa towel here, and I can work like this without ruining my shirts. Very important. これは自分は前モーニングっていう編集部にいて、そこで担当していた作家さんが自分がアフタヌーンに行くんです、担当変わりますって話をしたら、わざわざ書き下ろしてくれたイラストです。決して真似しないでくださいっていう作品を書いていただいている海老蔵さんに書いていただいたんですが、残業を決して真似しないでくださいっていう一巻のカバーのオマージュで書いてくださって、ちょっと働きすぎるなよっていうことで、ちょっとこれを机に置いて死なない程度に頑張ろうっていう先ほど寺山っていうのが立ち上げたとんがり帽子のアトリエっていうのの英語版なんですけど、これ僕2代目担当でして、寺山が立ち上げて僕が海外に広げたみたいな、本当にフランスでは大ヒットしまして、おかげで今もアニメ放送してますけれど、印象深い作品になったなと思っています。これは、もやしもんプラスという、アフタヌーンで、アフタヌーンちょっといいですか、撮って、最近ですね、最近でもないかな、1年ぐらい前ですけど、大ヒット作の続編もやしもんプラスというのがアフタヌーンで連載しておりまして、僕は市川先生と結構懇意させていただいてるんですけれど、グッズをよく作らせていただいてたりとかしたので、今回始まった時にこれを書店さん向けに作らせてもらって、これを机に置いております。そうですね、あまり僕はもうあんまりキャラクターグッズとかアクスタとかを置かない方で、自分は自分のフィジカルを癒すということで、これだったりとか、あとこれただのツボ押式なんですよね。こんな感じで手のマッサージなんかをしながらという、これが僕の癒しになっていますね。I would say that it would be this one here.
This is the gravitational beam emitter, or Jurokushi Hoshasen Shashutsu Sochi in Japanese. This is the weapon that is used in Blame. For those who know it, it's also manga from the afternoon. And I received this as a present from Suzuki-san that you saw earlier when I arrived at the department, because he knew that I loved Blame. Blame was really the reason why I wanted to become an editor and work at the afternoon. So for me, it holds a lot of meaning as an item that welcomed me and reminds me of why I'm doing this work. And also, I have it like right next to the phone, and for some reason it's really calming, you know? So yeah, that would be this, I guess. このドラえもん物語っていう藤子 F 不二雄先生のアシスタントをされていた麦わら慎太郎さんが書かれた本なんですけど、藤子 F 不二雄さんに関するエッセイみたいな漫画なんですけど、この中に当時新人だった麦わら慎太郎さんの作品に藤子 F 不二雄先生がこうしたらいいんじゃないっていうアドバイスを書いたっていうものが直筆で載ってるんですよね。自分もそれこそ作家さんにここは分かりにくいんじゃないですかとかいろいろ言うわけで、その時の参考にじゃないですけど、あ、こんな言い方をするんだみたいなのをなんか思い返す時にたまにペラペラめくるので置いてありますね。担当している作品の映画の台本です。こんな感じの台本をいただいてそれをチェックしたりとかっていうのもお仕事の一つです。まあ台本になる前のシナリオがメインですけどね、ストーリーの流れとキャラクターの同一性保持で、ワンダンス作品は主人公の子が喫音症の子なので、そういった設定が例えば映画としていらないよって言われてしまう場合もありますし、なんかそういったものの整合性というかをチェックしたりで、あとはセリフですよね。セリフってやっぱり作家の魂の一つではあるので、そういったものがこう大きくニュアンスが変わってたりとかすると大変なので、それが変わってないかみたいなチェックはよくしてますね。ちょうどアフタヌーンが40周年を迎えることになって、7月の半ば頃に東京でイベントを行われるんですが、そこでのオリジナルグッズということで、今このような感じでちょっと立体的な単行本ですね、完全版みたいなもののグッズが進行していて、それの見本みたいな感じ、試作品ができているという感じです。It's this, and this is my dictionary. And as you can see, it's been rather used. And so why do I put all of those post-its in the magazine? Is when I'm doing proofreading, there are many words that I don't know because I'm not Japanese. So I look them up, and when I've looked them up once, I would put a new post-it in them. So this time, if I'm opening the dictionary and I'm checking for the second time a word that I've already checked, is a reminder that, oh, you should remember this, so don't check this again, remember it. And so it's very useful. It lets me know what kind of word requires to have a ruby, which is not always obvious for me. So I use this a lot. ちょうど今単行本の作業をいろいろ進めていて、これは自分が担当しているダーウィン事変という作品のカバーの色粉ですね。これで色味とかを最終チェックしたりします。帯とかもありますね。ありがたいことに講談社漫画賞を取ったんで、それを帯に入れたりみたいな、こういう文言とかも自分で考えます。編集者も昔よりいろんなスキルが求められるようになってると思います。それこそ宣伝を担う部分もあると思うので、どんな言い方をするとみんなが興味持ってくれるかなっていうのを日々考えてますし、それこそ書店に行ったり、あるいはテレビを見たりニュースを見たりで、これ面白そうだなと自分が興味を持ったものをストックして生かすようにしてますね。あ、こう言えば面白くなるんだとか、こう言えば興味持ってもらえるんだっていう。これは同じく担当作の七人の眠い姫ってやつのちょうど多分公開時期ぐらいにアニメ化の情報が解禁になってるんじゃないですかねの、単行本のデザイン中のやつですね。これは色工じゃなくてデザイナーさんから来たやつなんで、実際のとは異なるかもしれないですけど、これは自分が担当しているゴールデンファントムっていう作品の、まさにこれからデザインをするところなんですけど、一巻のカバーのイラストですね。どんな絵にしましょうかねみたいなところからデザイナーさんとかも含めてどんなカバーにしましょうっていうのを打ち合わせた上でこれ書いてもらったんですけど、これほぼこれですよ。
アプリがあって、ブラッシュアップっていうアプリでですね、これは本当は iPad とか大きなものでやるんですけれど、ゲラを多分ゲラネームチェックとか紙で編集さんとか見てらっしゃると思うんですけど、これ赤字を入れるのはちゃんと大きな iPad じゃないとできないんですけど、出た時の確認だったりとか、この PDF をダウンロードして作家に共有したりとかっていうのはスマホでも全然できるので、これは移動中でもできますから、スマホがあればとりあえずなんとかなるといったのは、こういうソフトのおかげもテクノロジーのおかげもあるかなと思いますね。このようにこう文字を確認しながら訂正したいときは赤字で線を引っ張って編集記号などを使いながら赤入れをしていきます。これを今はパソコン上でもやったりするんですが、このように紙でやることも多いですね。こちらは40周年の、図録のようなものを今進行してまして、アフタヌーン1987年頃から創刊してますが、その歴史を追うというものになってまして、それをこうずっとそれのこうゲラですかね、プルーフリーディングをするという感じになっています。So, let's speak about something that I'm currently working on. And this month's Akaji, so how to say, what we want the printer to do with the chapter itself. So I will write in red how I want basically the chapter to look like. It's not Akaji for the author, those are not directions for the author to change something, but those are to make sure that we have the layout of the page the way we need. So this story is originally written in French because the mangaka is French. So we receive the Nemu in French, which means we also have to translate it. So the bubbles are all empty because we need to add the Japanese text. So the numbers are for the printer to know where to put which specific text. So we also give them a few indications. As you can see here, we also give them some specification about the font that we would like to use. So in that case, they are kind of joking between themselves, so we want some kind of a cute font. So this is basically the last step before we do the final proofreading of the chapter. We use that kind of transparent sheet. I can't use it on this one because the text is not yet here, but once it's there, I will check the size of the text using the sheet. ざっくりで言うの難しいですけどね、アナログ6デジタル4みたいな感じじゃないですかね。デジタルにした方が圧倒的に早い仕事はデジタルにした方がいいに決まってるんですけど、実はアナログの方が早いものもいっぱいあるので使い分けてる感じですね。ネームは自分はアナログで見てますね。紙で読んでいます。ただ最近はスマホでも見てます。どっちでも読者が見るんで、紙で見た後にスマホで見てちっちゃくて見にくって思ったらそれも言うように両方で見てますね。僕はもう91でデジタルですね。もう全部デジタルにシフトしました。コロナをきっかけに。あと家にとかにもう子供のものが溢れすぎて自分のものが置けないっていうのは大きいです。今ですね、僕担当している漫画家さんもほとんどデジタル原稿なので、デジタルで原稿を受け取ってデジタルで入稿して出てくるものがデスクトップ上でパソコン上で出るんで、実はこう7割ぐらいはもうほとんどパソコンやスマホで完結します。ただ先ほど話したようにこう予定だったりとか自分自身で頭を考えるときは手を使ったりとか紙で書いたりとかということを使っているということで、そうすると鳴らすと7対3ぐらいで、デジタルが多いけど3割ぐらいアナログの要素も残しているというふうな感じになるかなと思います。So yes, technically I'm somebody who really likes analog stuff. So I have a collection of red pens that I use for different situations. So this is the workhorse, the large pen that I will use on most of my work, especially with this one. Most of what I did was with this pen. This is erasable and for fine work because it's thinner. This is really smooth, so I can write really fast with this. This is especially for black pages because you can't see the other pens. So this one is designed so that you can see the red ink on black.
And this is a gift from a French publisher that also has not only red but 3 other colors that I never use. Share of my work that I would do analog and digitally. I love analog, but I would say only perhaps 6-4 in favor of digital, because I of course receive most of my submissions in digital, so I will print them out. I will add my comments usually for myself on the paper, but when I have to send them back to the author, most of the time they can't read me because my handwriting is really poor, so I will retype them and send them to them digitally. So I really have to mix both. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you very much.